ございます。今11時20分、第2空港ビル駅に着きました。今回はケンちゃんはお留守番で、私は韓国のプサンに1週間行きます。初めてのチェジュ航空に乗るので、その様子をお届けしていきたいと思います。私の飛行機は、2時5分発だったかな。で、オンラインチェックインはもう終わってるので、一応チェックインカウンターには行くのかな。ちょっと寄ってみたいと思います。なんか寒いから荷物がちょっとかさばっちゃって、リュック1個じゃ買えませんでした。でも預け荷物はないので、機内で荷物だけで今回行きたいと思います。ここはターミナル2って書いてあるな。第3まで歩くんだっけ。130メートル歩いていきます。あ、これでも行けるのかな。まあいっか。もしかしたらバスでも行けるかもしれないけど、まあ400メートルぐらいなのでちょっと歩いていきたいと思います。今回韓国人生2回目で、プサンは初めてなので結構ドキドキワクワクです。で、この後出る動画を見ていただければきっとわかるかと思うんですけど、辛いものが私は大の苦手なので辛くないものをどんどん紹介していけたらと思います。で、一人旅ではあるんですけど、途中から友達が合流してくれることになって、一人旅の部分もありながら二人女子旅の部分もあるというような感じになっております。やつかわいい。ではチェックイン行ってきます。ターミナル3に着きました。セキュリティゲートを越えると食べるところとかショップがないみたいなので、腹ごしらえをフードコートでしようかなと思います。フードコート奥にあるみたい。とりあえずチェックインしたいな。事前オンラインチェックしたら結構席埋まってて、ギリギリあと窓側が2席だけ空いてたって感じで朝取れました。じゃあオンラインチェックインはしたんですけど、これでできるかな。やってみます。日本語。荷物は10キロ以内、サイズは115センチ以内。かしこまりございません。1153。はい、パスポ。はい、すでに搭乗券が発行済みで処理が不可となります。なるほどなるほど。じゃあ私はやらなくていいんだね。荷物計り台があるので、これでちょっともうすでに1キロいっちゃってるけど、11キロ。これでも1キロになってるから、まあいいでしょう。すいません、オンラインチェックインがこれ終わってたらそのまま行っちゃってんです。ないです。ないですとかも書いてないです。ありがとうございます。いいんだってなんで台湾だっけ、この間行ったの。どこだっけ。ベトナムか。ベトナムの時呼び出し食らったんだよ。オンラインチェックインしてて、そのまま搭乗ゲート行ったら呼び出し食らって、でそこで搭乗券出してもらったの。航空会社によるんだね、きっと。じゃあ腹ごしらえしたいと思います。大量にガチャがありますね。お土産ショップ、本屋さん、
あとはローソンとかもあるね。でその後ろが、フードコートになってるみたいです。中華松屋、博多ラーメン、ラーメンいいな。ここはパスタ、カレー、サンドイッチ、寿司、これはお好み焼き、焼きそば、たこ焼き。牛タンだけど違うのもってハンバーガーもいいね。ちょっと重いかな。インナーハット、うどんもあります。うどんとラーメンだな。ちなみにフードコートはこんな感じで結構広いのでどっかしら座れるんじゃないかって感じですかね。出国の最後のご飯、ラーメンにしました。これは和風豚骨ラーメン850円です。魚と豚骨下まで全てのラーメンが青唐辛子ベースの柚子胡椒を使用した特製旨辛パウダーが入っています。少々の味するので上手。この先はレストランありませんということですね。レストランないって書いてあったけどカフェはある。では今12時5分で私の便が2時5分でまだあと2時間あるんですけど、ゲートは151ということなのでそこまで行って編集やらなんやら作業したいと思います。はい、ではそろそろ登場時間になるので早速機内に入っていきたいと思います。テレビブルよりお客様に優先搭乗をご案内いたします。テレビブル7C1953便。ありがとう。失礼いたします。ありがとうございました。
無事入国しました。入国審査のところは取っちゃいけないから取れなかったんですけど、聞かれたことは一つもなくて、機内でもらった紙をパスポートと一緒に提出して、その後はもう機械が日本語を喋ったので、人差し指の指紋を取るのと顔の写真を撮って終わりでした。荷物は私は預けてないので、この大混雑中の荷物ピックアップのところはスルーして外に出たいと思います。銀行があるな。 ATM 金ちょっとだけ下ろしとこっかな。バー円が811ってことかな。それっていいんだろうか悪いんだろうか。そういえば飛行機は、出発が1時間ぐらい遅れたんですけど、飛行時間が2時間ぐらいだったので、到着時間はもともとの予定通りに着きました。飛行機の中で飛ばずに1時間ぐらい待ったのはきつかったけど、まあ到着は遅れてないです。なんかバスだと40分ぐらいかなで着くらしくって、電車が安いので今回は電車2本乗って行きたいと思います。おそらくこれかな。みんなについていきたいと思います。こんなところで運動する人はいるのでしょうか。あれが国内線なのかな。国内線寄りのところに駅があるのかもしれない。あった、京電鉄。あれ ATM だ。 ATM 使ってみます。はい、ちょっと今編集中なんですけど、この ATM について補足をさせていただきたいと思います。韓国の ATM は結構キャッシングができないことが多いみたいで、私も今回来るまで知らなかったんですけど、プサンに着いてから3回ぐらい銀行で試したんですけど、全部キャッシングできなくって、結局手数料が3600ウォンくらいだったからやめたんですけど、唯一最後の方まで進めたのが売りバンクっていうところのなんか白っぽいすごい新しそうな機械でした。南浦にある売りバンクで、ちょうどその向かいに売り両替所っていうのがあって、そこの方が手数料が低かったので、結局キャッシングはせずに持ってた日本円を両替したんですけど、まずそもそも言語が変えられないっていうところが多いのと、変えられてもキャッシングできない、なんか日本のカードが弾かれちゃうっていうところがかなり多いみたいです。で、たまたま他の YouTuber さんもプサンに来てたんですけど、その方も下ろせなくって困ってらっしゃって、でインスタとかで困ってますみたいなのをおっしゃってたんですよ。そしたらそれに対してフォロワーの方がやっぱり韓国はキャッシング問題あるっておっしゃってて、結構いろんな国私今まで行ってきたんですけど、一番キャッシングできないかもしれない。なので念のため日本円は多めに韓国の場合持ってきた方がいいかもしれないです。プサンに韓国人のお友達がいるんですけど、その子も普段使えるクレジットカードがお買い物の時に普段使うお店でも使えなくなったりとかするって言ってたので、多分クレジットカードの機械とかももしかしたら不安定なのかもしれないので、全然クレジットカード使いますっていうお店でも使えないことはあるので、現金持ってた方がおすすめです。以上、補足でした。はい、ということでちょっと ATM が韓国語しかなくって使えなかったので、隣にある、両替所で今両替してみました。両替の方日本語喋れたので簡単でした。3000円を返ってもらって26,100コリアンウォンになりました。レートは多分空港出てすぐに見たところの方が良かったけど、ちょっとあそこまで戻るのはめんどくさいのでここで買いちゃいました。では早速買ってみます。
ここで乗り換えなんだよね。これで1万ウォンできます。え、そういう感じ？設定なくすじゃん。おお、すごいコイン。ご利用ありがとうございました。これかざすのかな。できた。こっちかしら。眩しい。あ、ササンって書いてあった。これだ。あ、やっぱり現金じゃないとチケットを買えなかったので、日本でレート悪いけど交換しちゃうか、空港のところの両替所で交換するのがいいかなと思います。電車来ました。3駅で6分。3駅に着きました。乗れ乗れって感じですかね。ちょっと無理じゃないかな。Here? 감사합니다. 이匂い. Smells good. 韓国は多分キャリーでエスカレーターに乗っちゃいけないんだね。네, 서울이 난투 서면 서면? 체인지 Okay, transfer. 9-1 9-1. 네, Alright. Got it. Okay. Thank you. Alright. Thank you. 감사합니다. ソミョンっていうところで一旦降りてまた乗り換えみたいなんですけど、プラットフォーム2みたいなところにとりあえず行けば良さそうです。行ってみます。かわいい T マニーカードはどこで買えるんだろう。スイカみたいなやつを多分買わなきゃいけないんだけど、みんな持ってんのかな。これで買えるかな。日本語会場車券。西門から南浦洞はどれ？これで買えるのかな。交通カード買えない。Excuse me。多分待っててって言ってくれた。どこまでいらっしゃいますか？お、すごい。南浦洞まで行きたいんですけど。ちょっと探してです。あ、すいません。優しすぎる。その南浦駅まで行く切符を発売したらいいですよ。あ、はい、わかりました。じゃあ切符を買えばいいんだ。1750。これ？これが切符で。ありがとうございます。ソミョンで乗り換え。ソミョンで乗り換えして、ダデッポ海水浴場まで行く電車を乗って、乗ったら南浦駅まで到着します。オッケー。2回乗り換えですか？1回？乗り換えは1回。乗り換えは1回。オッケー。オッケー。Thank you so much. 감사합니다。ありがとう。いい旅行を。ありがとうございます。良いデート。優しい。ということでチケットを買いました。やっぱり交通カードは売ってないのかもしれない。
とりあえず2号線ということで、もうマジでナイスカップルなんですけど、マジありがとう。あ、これっぽいこれっぽい。ステアワン。無事南浦まで着きました。疲れた。キメ空港から、ササンまでが1400ウォンで、ササンからソミョン経由で南浦までが1750ウォンでした。両替所に寄りたい。この後夜ご飯食べに行くんだけど、なんかもしかしたら現金だけかもしれないから、さっき最低限の3000ウォンしか買えなくて、3000円しか買えなかった、交換しなかったから、1万円ぐらい両替したいなと思います。ここかな、ウリ両替所っていうところに寄ってからホテルに行きたいと思います。今のウリ交換所、ウリ両替所は、882でした。一番空港の中が安いかな。とりあえずホテルが近いからホテルに行きたいと思います。はい、ということで無事ホテルに着きました。慣れてない方はもしかしたら電車は難しいかもしれないんですけど、この動画見ていただいてだいたい雰囲気とかは分かったかなと思うので、日本円だと300円ぐらいかな。ぜひチャレンジしてみてください。あんまり急いでない人とか乗り継ぎめんどくさいとか荷物多いっていう方は、リムジンバスが30分か40分かおきぐらいに空港から南浦だったりとかソミョンの方まで出てるということなので、それは600円ぐらいです。なのでそれもいいと思います。助けてくれた韓国人カップルの方、ありがとうございました。ではまた次の動画で。